ヒルビリーエレジ J.D. バンスさん、お前は何だってできるんだ。くわえタバコで銃を片手に、そういうおばあ様はすごいですね。クリスチャンだったおばあ様の語録をご紹介すると、皆さんこんにちは、シテリマブルです。今日はアメリカにもいた孫を救った愛の剛力おばあ様です。困難な環境から祖母一人の愛の力で立ち上がり成功できたんです。こう語ったのは2017年4月27日の NHK テッドに登場した J.D. バンスさん。回想録ヒルビリーエレジがじわじわとミリオンセラーにまでなった方ですが、困難な環境、祖母一人の愛、成功するまでと3つのパートに分けて見ていきましょう。まず困難な環境。バンスさんのルーツヒルビリーとは一般に田舎者の意味でも、深くは白人労働者の住む差別化した地域の名。スコットランドから植民地アイルランドに入植した人々の末裔をスコッツ・アイリッシュと言います。その人々が18世紀にアメリカ東北部アパルチア山脈付近に移住。バンスさんのご先祖もその中に。南部の奴隷経済時代には日雇い労働者、次は仏農小作人シェアクロッパー、その後一帯は鉄鋼業で栄えますが、斜陽化し錆びついた工業地帯を意味するラストベルトと呼ばれるように、仕事がなくなってしまい教育レベルの高い裕福、あるいは人間関係が恵まれている人々はそこを離れます。でも引っ越す費用も行った先で家を買う余裕もない人々はポツンと取り残されました。社会的支援もありません。政府は黒人やラテン系移民は多様性という言葉で守り優遇しますが、白人労働者にはないそう。結果ヒルビリー、田舎者のほかレッドネック、首筋が赤く日焼けしている白人労働者、ホワイトトラッシュ、白いゴミなどと呼ばれて、バンスさん曰く、この歴史を見ると貧困は代々伝わる伝統と言える。子供の頃から現在まで仕事も希望もないところ、例えばレイプ、人種差別、薬物依存、ドメスティックバイオレンス、児童虐待、自殺、自傷行為などなど、現代の社会問題は全て身の回りに揃っていたと。バンスさんのお母様は結婚・離婚を5回ほど繰り返し、その中にはバンスさんに暴力を振るう義父もいました。それに伴う引っ越しなどで心が不安定になり、体は肥満体に。お皿や花瓶が宙を舞う夫婦喧嘩は日常茶飯事。お母様は薬物依存が悪化し、警察、病院とも顔なじみ。抜け出すため看護師になろうとしたお母様ですが、その際の尿検査では尿をよこせと息子のもとへやってきます。薬物反応を懸念したんですね。バンスさんは学校で腹痛を訴えるなど勉強どころではありません。どんな時も母を思い寄り添ってきたバンスさんでしたが、もう限界。さあ家庭崩壊は奈落寸前。そんな時、見るに見かねて救世主が現れます。オハイオに住むバンスさんのお隣ケンタッキー州におばあ様は住んでいました。見るに見かねてバンスさんを引き取ったのはこのおばあ様。威勢のいい方で、お前を連れ戻しに来たらこの銃でぶっ殺してやる。お前は何だってできるんだ。ついてないって思い込んで諦めているクソどもみたいになるんじゃないよ。学校では良い成績を取ることが大切。うちの一族で出世するとしたらお前に違いない。くわえタバコで銃を片手に、そういうおばあ様はすごいですね。年金の一部を使わせてくれ、お小遣いに困ることはなかったのですが、社会勉強のためにスーパーでアルバイトもしたそう。祖母とのこの高校3年間で生き返ったとバンスさん。祖母一人の愛とはこのこと。
クリスチャンだったおばあさまの語録をご紹介すると、神は決して私たちのそばを離れない。私たちがうまくいっている時は共に祝福し、うまくいってない時は慰めてくれる。楽をして生きていたら神から与えられた才能を無駄にしてしまう。だから一生懸命働かないといけない。クリスチャンたるもの、家族の面倒を見なくてはならない。母のためだけでなく、自分のためにも母のことを許さなければならない。神のおぼし飯があるのだから、決して絶望してはいけない。バースさん自身はこう回想。神は本当に私たちのことを愛しているのかと祖母に尋ねたことがある。祖母の神学は洗練されていないが、自分の必要としていたメッセージは十分提供してくれた。ここからどう立ち上がり成功できたのでしょう。ある時バンスさんは収入と支出のバランスを保つ方法や学費、救助申請の書き方など、普通の人のできることがわからないことに気がつきます。一般常識を学びたいと一念発起、海兵隊へ。凄まじい訓練で肥満体はすっかりスリムに、健康な体と常識、そして忍耐力を手に入れ除隊。兵役による奨学金で州立大学進学後、奨学金が最も多く支給されるイェール大学ロースクールを経て弁護士に。2023年現在、他のために活動し、父親にもなり、地元オハイオで上院議員になっています。このおばあさまがよく語っていた寓話、クリスマスシーズンなのでお伝えしてみますね。神様が何とかしてくださるが口癖の若い男が洪水で死ぬことに、その運命に抗議したところ、神様は車にボートにヘリコプターと救助を差し向けたのに、断ったのはお前自身だとその若い男を諭したという話。神は自ら助くる者を助く。これが祖母にとっての知恵なのだとバンスさんの言葉。日頃から優しかったバンスさんの心根に、神様は剛力おばあさまという救助を差し向けました。おばあさまはもちろんのこと、ご自身のたゆまぬ努力にも深く感銘を受けました。初のお出かけマープル、どこへ出かけたかというと、ヒントは富士山。付録レビュー。今日はスヌーピーの蛇腹ミニ財布ステディ2023年12月号の付録で、表紙は今田美桜さん。目を引くシルバーウッドストックをぎゅっと抱きしめるスヌーピー。蛇腹ポケット8つ、ファスナー1つ、背面にはカードケース付き。ちょっとしたお出かけ用ミニ財布として、背面には IC カードを入れて、診察券やポイントカードがどんどん増えるあなたはカードケースとして、推し活にもぴったり。背面には推しの写真を。シルバーのキラキラ感が素敵です。中は蛇腹、後ろがカード入れ。推しの写真を入れても OK。ぎゅっと抱きしめるスヌーピーがバンスさんのおばあさまのよう。スパークにはいぶし銀の力も時には必要と感じさせるミニ財布でした。チャンネル登録、いいねボタンは喜びます。